来週どこ行くサマーフェスティバルの全フィールド解説、ジャスパルと申します。遅くなりました。今週も参りましょう。来週どこ行く。来週はサマーフェスティバル2026が開催されますので、全フィールドの特徴とおすすめをざっくり解説していきたいと思います。特にシアン EX 絡みで色々とポイントもあるのでチェックしておきましょう。それでは参ります。ということでまずは来週の予定をざっくり確認してからサマーフェスの全フィールド解説やっていきたいと思います。ってことでまずは来週の予定。来週8月10日からの1週間はサマーフェスティバル2026が開催されます。料理がカレー固定、料理エナジー 1.5 倍、新カレー2種追加、睡眠タイプごちゃ混ぜ、水飛行蒸しタイプピックアップ、ピックアップの色違い確率アップ、アメウウロボがございます。ピックアップのポケモンは進化前のポケモンたちです。そしてルチャブルが登場するわけですが、新カレーのレシピでハーブと生姜が被っておりますので、ハーブ生姜を集める食材に関するポケモンの可能性が高そうです。料理固定イベは1年の中でも最もエナジーが稼ぎやすい1週間なので、エナジーを稼いでマスター20を狙うもよし、新カレーのレシピレベルを上げるもよし、EX で色違いを狙うもよし、そんなサマーフェスティバル2026となっております。アメウロボはかけら効率的な話で言うと、レベル60以上のポケモンもミニアメブーストで育てたい場合は3回目以降もご検討ください。かけら効率的な話で言うとですけどね。またサマーフェス以外にも8月12日から14日まで水木金はニュームーンデーとなります。満腹抑制機能、水飛行虫タイプ以外も色違い出現確率アップ、ダークライミュウの特別ピックアップがございます。イベントのボーナスは重複しないので、色違い確率が劇的に高くなったりはしません。してもよくない残念ながら重複するのは EX のボーナスだけです。ぜひ覚えておきましょう。ってことで来週はサマーフェスとニュームーンデーです。その他の要素としては、再来週8月17日からはアニポケコラボが始まるので、余裕があれば週末に多少の蓄えはしておけると良さそうです。今週情報出てこなくてひっくり返ってます。また3周年の X キャンペーン抽選の発表は8月中旬となっていたので、早ければ来週あたりに当選連絡の DM が来るかもしれません。返信期限1週間なのでふんわり期待して待ちましょう。そんなところでしょうかね。ってことでサマーフェスとニュームーンデーで色違いもりもりの1週間になることを期待しましょう。来週の予定でした。さあそれではここからはサマーフェスの全フィールド解説やっていきたいと思います。 EX についての新情報は EX になった時に触れていきたいと思います。ピックアップのポケモンで誰を狙いたいか、色違い狙いしたいか、フィールドボーナスはどうか、そんなことを考えながらチェックしてみてください。例によって若草本島から参ります。まずは若草本島。若草の注目ポイントはルチャブル出現、ミュウツーイベのフィールドボーナス上げ、マスター18で若草 EX 解禁、星3寝顔が少ない、2億眠気パワーほどから下振れしだす、ピンポイントな厳選には向かない、木の実ガチャがある。こんな感じでしょうか。ピックアップのポケモンで出現しないのはアゴジムシと石住まいです。若草は初心者にはとてもおすすめできるフィールドの一つですね。木の実ガチャがネックな若草本島ですが、料理イベントなので木の実に依存せずにエナジーを稼げる点も優秀で、フィールドボーナスは高いけどまだフィールドボーナスが上がりきっていないという場合は、ミュウツーイベントや10月のハロウィン、12月のホリデーなど若草限定開催になりそうなイベントも多く控えているので、上げておくのも有効でしょう。ただし他のフィールド、例えばシアンの方がフィールドボーナスが上がっていてエナジー稼げそうな場合は、若草のフィールドボーナス上げは別の機会でもいいかもしれませんね。臨機応変に行きましょう。出現ポケモンも多く、ルチャブル、ツボツボ、デリバードなどフレンドポイント16のポケモンも全種登場するので、色違いで出てきてくれるとサブレ的にもお得ですね。シアンもデリバード以外は出てくるんですけどね。そんな感じで、初心者であれば主に若草かシアンで得意な方や狙いに合わせて決めてみるのがおすすめですね。若草のデメリットは木の実ガチャ以外にも
星3寝顔の出現が少なく、リサーチが下振れしやすい点が挙げられます。ルチャブルも星3寝顔は出現しません。ただし、ルチャブル星3に眠気パワーを持っていかれて、他のピックアップのポケモンが全然出てこないみたいな状況も少なくなるので、デメリットだけでもないですね。感覚的には2億眠気パワーくらいからぼちぼちリサーチが下振れし始めるイメージなので、マスター18やマスター20チャレンジ以外で3億4億稼げる方は他のフィールドの方がリサーチ内容が良くなりやすいかもしれません。ご注意ください。総じて初心者にも安心しておすすめできるフィールドなので、すでにフィールドボーナスがそれなりにあって、でもカンストしてないよって場合は検討してみてください。若草本島でした。お次、シアンの砂浜。シアンの注目ポイントは、ルチャブル出現。マスター18でシアン EX 条件達成。最終枠のカモネギ狙いが可能。ピンポイントな厳選には向かない。こんな感じでしょうか。若草に出現してシアンに出現しないポケモンはデリバード、ドードー、チルット、水ゴロウ、クワスです。シアンの砂浜も出現ポケモンが多く、フィールドボーナスも上がっているリサーチャーが多いかなと思うので、なかなかおすすめできるフィールドです。マスター18まで到達することで、若草マスター18も達成していれば、シアン EX が解禁されます。シアン EX に行くかどうかは置いておいて、やれるときにマスター18やマスター20を達成しておくと気持ち楽だったりしますよね。マスター20報酬は初回のみサブスキルの種がもらえます。若草同様出現ポケモンが非常に多く、ピンポイントな厳選には向かないシアンですが、個人的な注目ポイントはぐっすり最終枠カモネギ狙い。詳しい説明は割愛しますが、眠気パワーがめっちゃ稼げるリサーチャーだと、ある程度狙ってカモネギを召喚することが可能になります。実際どうだろう、ルチャブルの中ピックアップもあるので、いつもなら4、5億あればそれなりに現実的だと思うんですが、今回はもうちょっと欲しいでしょうか。3周年の時はエンペルトがいましたが、さすがに6億以降とかだとカモネギ見かけましたね。カモネギは色違い確率も上がっていますし、運よくニュームーンデーのタイミングで出せればゲットもしやすいと思うので、ベテランのリサーチャーもカモネギ狙いでシアンに来る意味はあるんじゃないかと思ってます。現在のアンバー環境において、ついぞネギの新料理は追加されずにここまで来ているので、来年はネギ環境あると思います。私はもうネギ食材セレクトに期待してます。ルチャブルはさすがにネギ持ってないですよね。新レシピに入ってませんもんね。まあそんな感じで、初心者からベテランまで狙いに合えば幅広く対応してくれるおすすめフィールド、シアンの砂浜でした。お次、トープ洞窟。トープの注目ポイントは、ルチャブル出現なし。つぼつぼ水ゴロウ狙いに有効でしょうかね。トープのピックアップはつぼつぼ水ゴロウのみです。なので彼らのピンポイントな厳選には非常に有効そうです。もしかするとつぼつぼは先日のアップデートでトープウトウトの最終枠に入っている可能性もあります。もう半年以上経ちましたしね。残念ながら3周年の時はまだラウドボーンだったようなので、シアンのカモネギほどは狙えないかもです。カモネギも突如としてエンペルトになってる可能性もあるんですけどね。そんな感じで、つぼつぼも水ゴロウも作中屈指の強ポケなので、意外となしじゃないなとは思ってます。他のいろんな要素も噛み合えば検討してみてください。トープ洞窟でした。お次、卯の花雪原。卯の花の注目ポイントは、ルチャブル出現なし。ピンポイントな厳選に有効。こんな感じでしょうか。ここからしばらくこんな感じです。卯の花のピックアップは、デリバード、チルット、ポッチャマの4匹のみ。こちらの注目はでしょうか。も作中最強格のポケモンの1匹で、シアン EX でも活躍が見込まれるので、今狙いたいポケモンの筆頭候補ではあるかと思います。一応若草でもシアンでも各種 EX でも出現しますが、シアンもぐっすりはピックアップパラダイスなので、どうしてもをピンポイントで狙いたい場合は、卯の花もご検討ください。トープも卯の花もなかなか悪くないですね。卯の花雪原でした。お次、ラピスラズリコハン。ラピスの注目ポイントは、ルチャブル出現。ルチャブルのピンポイントな厳選に有効。こんな感じでしょうか。ラピスはルチャブルが出現します。さらにピックアップはルチャブル、ドードー、クワッスのみととても絞られているので、この3匹の厳選に非常に有効です。ドードーも注目ですね。ラピスはマスター20もなかなか難しいので、このタイミングで狙ってみるのも良さそうです。なお、ラピスからマスター20報酬がメインスキルの種になります。
ってことで、ルチャブルやドードーをピンポイントで狙いたい場合、候補に上がるでしょう。ラピスラズリコハンでした。お次、ゴールド級発電所。ゴールドの注目ポイントは、ルチャブル出現なし。アゴジムシを含むピンポイントな厳選に有効。こんな感じでしょうか。ゴールドのピックアップはキャタピー、アゴジムシ、カモネギのみ。カモネギ狙いならシアンも検討できるので、やはりアゴジムシが注目でしょうか。他にはシアン EX のみの出現です。カモネギのネギ同様、コーヒーもまたアンバー環境で使われていない食材の一つ。アンバーでコーンがかなり使われたことを見るに、次環境でのコーヒー復権はそれなりにありえそうです。あと普通にキノコのポケモンとしてもしっかり優秀なアゴジムシなので、シアン EX に原種ウパーが出てこなくなってしまった分、キノコ担当としてお迎えするのもなしじゃないかもしれませんね。ってことで、アゴジムシ狙いで優秀そうなゴールド級発電所でした。お次、アンバー渓谷。アンバーの注目ポイントは、ルチャブル出現なし。石住まいを含むピンポイントな厳選に有効。こんな感じでしょうか。アンバーのピックアップは、カイロス、ヘラクロス、石住まい、ワシボンの4匹のみ。EX にも現在登場がなく、アンバー限定なのが石住まいなので、石住まいを特に重く見る場合、選択肢に上がってきそうです。あとは、マスター20チャレンジとかでしょうかね。私はこのタイミングでマスター20チャレンジするつもりで考えていたんですが、なんやかんや重なりまくったので諦めました。シアン EX のバフが大きくなる可能性があるので、ワシボンは現在注目株かと思います。虫タイプはバフ目当てではしばらく出番が来なさそうですね。石住まいも超強力な食材担当ですが、最強のカレーが変わる可能性もあるので、今狙うべきなのかどうか手持ちとご相談を。言うてオイル、ポテト、アボカドが足りないならぜひ1匹ゲットしてほしいポケモンですね。非常に評価高いです。そんな石住まい狙いで有効なアンバー渓谷でした。さあ、ここからは EX。まずは若草 EX 参りましょう。若草 EX の注目ポイントは、ルチャブル出現。ミュウツーイベのフィールドボーナス上げに有効。シアン EX のフィールドボーナス上げにも有効。色違い狙いに有効。マスター20狙いにも有効。木の実ガチャがある。難易度が高い。ルチャブルの出現期待値は低めかも。こんな感じでしょうか。ってことで、ポイント多いです、若草 EX。まず厳選面においてはルチャブルの登場と色違い確率アップの両取りが優秀ですね。一方で EX の特徴からかなり眠気パワーを稼げる人でないとルチャブルやツボツボなど眠気パワーを大量に必要とするポケモンには出会いにくい可能性があります。なのでまだフィールドボーナスが上がっていなかったり眠気パワーを稼げるか不安な場合はルチャブルにあんまり出会えなくても良さそうかどうかちょっと考えてみてください。まだそこまでフィールドボーナスが上がっていない場合も今後のミュウツーイベントなど若草に行かなくてはならないタイミングもあるのでどこまで割り切るかが難しいところ。その点料理イベは木の実ガチャにそこまで左右されずにエナジーを稼げるのでそこは優秀ですね。そしてフィールドボーナスに関して EX フィールドもフィールドボーナスがカンストしているフィールドに行った場合他のフィールドにフィールドボーナスが溢れてくれることが確定しましたので若草 EX でシアン EX のレベリングもできるってことでフィールドボーナスの低いシアン EX にしばらく行かなくても良さそうってことで EX チケットを無駄にせずフィールドボーナスを上げることができます。フィールドボーナスがカンストしている方にはこれも追い風になりますね。また不具合報告で今週のフィールドボーナスからシアンにこぼれそうな雰囲気のことが書かれておりました。確定したわけではないんですが再来週には正しく表示される的な一文があるのでじゃあ来週はフィールドボーナスこぼれるってことではとなってます。シアン EX のレベリングをしたい方は今から移動してしまうのもワンチャンありですね。ってことで難易度は非常に高いですが行く価値は結構あるので何を優先するか考えて選んでみてください。若草 EX でした。最後シアンの砂浜 EX 8月10日から追加される最新 EX ですね。シアン EX のポイントはルチャブル出現&出現確率アップ色違い確率アップ木の実ガチャがあるデバフが強烈な可能性フィールドボーナスが低く難易度が鬼こんな感じかと思います。まず最初にシアン EX は非常におすすめできないフィールドです。
もう何もかも噛み合わないフィールドボーナスが最高でも 5% なので、とにかくエナジーが稼ぎづらく、木の実ガチャもあるので、木の実がはまらなかった場合、とんでもない難易度になりそうです。さらにシアン EX の強化と弱体化は若草 EX より大きそうなことが書かれておりまして、メイン木の実のタイプはめちゃくちゃ強化されそうですが、サブにも入れなかった15種類はなかなか大きいデバフになる可能性があって、キャンチケなしで挑むつもりの私は鍋拡張も料理チャンスもまともにできないかもしれないってことで、無課金で行くのは本当に考えた方がいいと思いますそしてシアン EX にはルチャブルの出現確率アップの効果があるみたいなんですが、眠気パワーが稼げないならそもそもあんまり出会えないんじゃないかってことで、ルチャブルに会えるかどうかもいまいちわからず、新レシピを作ろうにもフィールドボーナスが低いのでレシピレベル上げにも向かず、さらにシアン EX のフィールドボーナスは若草 EX でも疑似的に上げることが可能ってことで、マジで来週行く意味は絶食枠にも水タイプとかがたくさんいそうなので、絶食枠でも色違い探しができるとかなんじゃないかと思います。そういった事情からこのタイミングでシアン EX に行くのはさすがにおすすめできないので、行くなら行くでそれなりの用意と覚悟をして挑んでもらえればと思います。私は訳もわからず行きますので、シアン EX の雰囲気だけはお裾分けしたいと思います。デバフは何%になるんでしょうね。そんなシアンの砂浜 EX でした。といったサマーフェスの全フィールド解説でした。いかがでしたでしょうか。シアン EX がかなり相性悪そうなタイミングなので、皆さんはどこに行きますでしょうか。私目線だとシアン EX に行くメリットが本当にほとんど思いつかなかったので、ぜひ皆さんが思いつくメリットも教えていただけたらと思います。明日の朝、新レシピとシアン EX の出現ポケモンなどの速報を撮ろうと思ってます。サマーフェスの1週間楽しんでいきましょう。そしてアニポケコラボの情報も楽しみにしていきましょう。そんなサマーフェスティバル2026の全フィールド解説でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりましてとてもありがたいです。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それでは新レシピシアン EX ルチャブルの性能など明日は馬車馬したいと思います。ってことでまた明日お会いいたしましょう。来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。